皆さんこんにちは、柚木ゆかりです。前回の続きです。つまり、離陸したからには着陸する必要があります。なので今日は着陸会なのですが、せっかく飛べたので少し遊んでみましょう。まずは定番の宙返りをしてみましょうか。勘違いしている人が多いのですが、この時代の戦闘機は事前に加速しないと宙返りできません。しかも単純に加速するとマイナス G がかかってエンジンが止まるので加速できません。なので一度ひっくり返してから加速します。粘るとマイナス G がかかるのですぐに戻します。目標は 300mph です。そう、この機体はケーキがノットじゃないんです。では宙返りをしてみましょう。ケーキが宙返りを想定していないので風景で判断しましょう。結構ゆっくりやっているつもりですが、気絶しそうです。自分の気絶耐性が低いのを忘れていて危なかったです。続いてハイ G ターンです。本気出すと体が持たないのでハイ G ターン風です。はい、それでは琴の葉空港に着陸してみましょう。現在左手に見えている青いピンが空港です。スロットルを絞って降下を開始します。この時代の戦闘機は効率的に降下できるのでこの位置からでも大丈夫です。コツは空港から目を離さないことですかね。おや、エンジンの調子がミクスチャーをフルフォワードに。調子が戻りました。対戦機は難しいですね。それではタイヤを出しましょう。スピードチェック、ギアダウン。スピードチェック、ランディングフラップ。ターンレフト、180。念のためキャノピーを開けましょう。理由ですか？着陸に失敗した時に迅速に逃げるためです。失敗してからだと離岸で開かなくなるので火災から逃げられませんよ。対戦機の着陸のコツですが、滑走路の真正面からアプローチしないことです。まず 100m ほど横にずれた状態で平行に飛びます。理由はエンジンが邪魔で真正面が見えないからです。滑走路が近づいてきたら滑走路に対して斜めにアプローチします。この場合エンジン右側に滑走路の端が見えるようにします。ランウェイインサイト、コンティニュー。滑走路端が見えなくなったら右旋回して滑走路に合わせますよ。この方法は低速でも非常に高機動な対戦機特有の着陸方法です。これを知らないと正面下方が何も見えないため積みます。この右旋回でスロットルの操作が必須です。昇降系と速度系から目を離せません。ゆっくりと慎重に。おっと、これくらいならセーフです。操縦桿を引いて尻尾が地面についたら車輪のブレーキを使います。そんな荒っぽいことしていたら機体が壊れるぞ。ゆかりさんにはもう一度私が対戦機の着陸を叩き込んであげるぞ。なかなかスリルのある着陸でしたね。次回はミッサーシュミット BF109 を飛ばしてみたいと思います。次回も見たい方は高評価とチャンネル登録もしましょうね。ではまた。